Guten Abend, 皆さん。今日はイタリアのローマに行きました。ローマへようこそ。トレビの泉、イタリア・ローマを代表するバロック様式の噴水ですが、この時は水が抜かれていました。コイン1枚を噴水に投げ入れればローマに再び戻れる。2枚なら恋が成就する。3枚なら別れや変化が訪れるという言い伝えがあります。マークも挑戦。全然ダメ。入ってない気がする。おそらく入っていないのでもう一度。多分成功。ナイス。それにしても入っていない場合はゼロカウントなんでしょうかね。もう恋は実ってほしくないですね。コロッセオへ向かう途中も一つ一つの建物が素敵すぎてなかなか歩みが進みません。古代ローマ帝国を象徴する円形闘技場コロッセオ。西暦1世紀、皇帝ベスパシアヌスとその息子ティトゥスによって建設され、約5万人を収容したこの円形闘技場は帝国屈指の娯楽空間でした。ここでは剣闘士たちの命を懸けた戦い、猛獣との死闘、そして民衆を熱狂させる壮大な見せ物が繰り広げられました。地下には複雑な通路と昇降装置が張り巡らされ、舞台上に突然人や獣が現れる演出が可能でした。高度な建築技術と巧妙な観客動線は古代ローマの技術力の高さを物語っています。いやー、圧倒されますよね、この巨大さ。2000年前のローマ帝国がどれほど最強だったのか、この建物だけで十分想像できます。今日は空がうるさいなぁとふと見上げると、見事なイタリアカラーの煙。古代ローマ最大の競技場チルコマッシモ。ここは剣闘士ではなく電車競争によって人々が熱狂した古代ローマで最も大衆的な場所です。今は静かな野原となったチルコマッシモですが、ここはかつて都市全体を揺るがすほどの歓声が響いていたのです。チルコマッシモの端まで歩くとすぐ近くには真実の口があります。日本ではローマの休日で有名ですよね。この時は写真を撮るのに15分だけ並びました。
再びコロッセオまで戻り、門をくぐってパラティーノの丘へ。私たちが訪れたのは11月ですが、最高気温は24度。ドイツとも10度近く気温差があるので、ダウンしてしまい、あちこちで休憩しながら歩きました。11月なのに半袖スリーブレスってちょっと考えられないなぁと思うのですが、晴天のローマではそれも起こりうるのかと驚きです。この辺り一帯はもともとローマ帝国第11代皇帝ドミティアヌスの宮殿群でした。そしてこの宮殿群のそばからチュルコマ市も全体が見えるのかと思っていたのですが、この通りきっとイベントブースで全く見えませんでした。私の体力も尽きたところで一人ぼーっと休憩していたのですが、大興奮のマークに引き戻され、ローマの街並みを見下ろす展望ポイントへ。ねえ、ほら見て。すごくない？この景色が好き。もう向こうの白い建物、本当に大きいよ。子供の頃そこにいて、すごく印象に残った。タラゴナの動画でも円形闘技場を紹介してたけど、今日のコロセオは古代ローマの一番大きい円形闘技場で、まさにエンターテインメントの中心だった。その時代のグラディエーターたちは結構なスターだったって話。今でいう俳優みたいに結構な人数のファンがいた。今は観光客の興奮ぶりで賑やかですね。こちらからコロッセオが綺麗に見えるように、コロッセオからもこちらをまるっと見渡すことができます。ここポロロマーノでは、元老院での政治討議、神殿での宗教儀式、裁判、法の交付など、市民の日常と国家の意思決定が交差する場所でした。いわば古代ローマ時代の都市の心臓とも呼べる場所です。なんだこの道と驚く日中のローマの道路の映像。全然線がないのですが、みんな好きなコースを走っていて、とてもスリリングでした。この日ようやく1食目、マルゲリータとカルボナーラ、トマト系のパスタにしました。とにかく座りたくてバーに入ってしまったのですが、ちょっと失敗。当たり前だけどバーよりレストランの方が美味しいですよね。パスタは特にレストランの方が良かったなぁと後悔しました。滞在先はバチカンの動画でも出てきたローマのアパートのままです。夜はアパート近くのジェラート屋さんへ。日中は暑すぎて少し不機嫌だった私ですが、ジェラートの美味しさで燃え切ったハートがすっかり冷却されました。まだほんの少し静けさを残す
朝のローマ。スペイン広場へやってきました。ベルニーニ親子による沈みかけた船を模した独特の形のバルカッチャの噴水。広場から丘の上へ続く135段からなる壮大なスペイン階段。広場との上下構成が非常に美しいトリニタ・デイ・モンティ教会。周辺には高級ブランド店が集中し、観光と買い物が自然に融合したローマ屈指の洗練された街並みです。街の中心部にそびえ立つ白い巨大建築ビットリアーノ。イタリア初代国王ビットーリオ・エマヌエーレ2世を称えるために建てられたモニュメントです。中央には第一次世界大戦の無名戦士の墓が置かれ、今も国の犠牲者を静かに称えています。マナはダチェの王デケバーナス覚えてる？ね。ドナウ・クルースで彼の像を見たでしょ？で、彼はローマと戦争してたけど、結局負けた。で、彼はローマ皇帝トレアノスに負けた。で、そのトレアノスはローマに帰った時、その柱を彼の勝利を記念するために建てられた。それにしてもローマって本当にすごいですよね。街中に古代ローマを感じられる場所が未だにたくさん残っていて、非日常な旅行体験をするにはぴったりの街ですよね。じっくり煮込んだミートソースがパスタと完璧にマッチした本場仕込みの贅沢なボロネーゼ。お皿がピカピカになるくらい最後の一口まで楽しみました。そしてこれはローマのシンボルカピトリーノのメスオオカミのレプリカ。実際の像はカピトリーノ美術館にあります。ローマ建国神話では双子の兄弟ロムルスとレムスが捨てられ、メスオオカミに乳を与えられて育ったと伝えられています。そして彼らは後にローマを建設することを決め、兄のロムルスがローマ建設者になったとされています。またカピトリーノ美術館は古代ローマ彫刻を中心にローマの都市史そのものを展示するような美術館です。もし時間が許すなら時の流れに身を委ねながらローマの歴史を遡ってみてください。まだまだ一日時間はありますが、この日は私たちの休養日。午後はアパートでのんびりするとしていたので、時々散歩に出かけたりしながら過ごしました。夜はなぜかシーザーサラダとマルゲリータ。
熱々ツヤツヤのシンプルなうまさのマルゲリータ。一度イタリアを訪れればきっと誰でもイタリア料理の虜になるのではないでしょうか。すべてにハートを持っていかれるイタリア旅行です。パンテオンには翌日訪れましたが、驚いたことに無料でした。係の人に聞いたところ、なんと月始めの日曜はすべての博物館が無料なんだそうです。まだやっているかは分かりませんが、少しでも節約したい方は参考にしてみてもいいかもしれません。人気の観光都市なのにいいですよね、そういう取り組み。ということで、翌日のパンテオンへ。2000年の時を超えて今も立ち続けるパンテオン。古代ローマ時代に建てられたパン神殿は現在も教会として使われています。巨大なドームの頂にある円形の開口部オクルスから差し込む光は空間全体を優しく照らします。思っていたより中は広いです。観光客は多いですが、安らぎの空間という言葉がしっくりくる場所です。そしてここにはラファエロやビットーリオ・エマヌエーレ2世をはじめとするイタリア王家の墓所もあります。バチカンも含めた3泊4日の夫婦旅。期待以上に充実した時間を過ごすことができました。再びローマを訪れる日がやってくるといいですね。もう恋は実らないことを祈って。さて、ローマの旅はここまで。次回はイタリア・フィレンツェの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。